あなたの幸福の源泉は何ですか？真の幸福は内面から生まれるものである。西田喜太郎。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は西田喜太郎の言霊を紹介していきます。西田喜太郎は日本を代表する哲学者の一人で、善とは何か、幸福とは何かといった人間の本質的な問題について深く考え続けました。彼の言葉、真の幸福は内面から生まれるものであるは、まさにその哲学のエッセンスが込められています。私たちは日々の生活の中で成功やお金、周囲の評価に幸福を求めがちです。でも本当に大切なのは自分の内面がどれだけ満たされているかではないでしょうか。幸福は外側の環境ではなく、自分自身の心の持ちようによって決まるのです。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず西田喜太郎のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、カミルです。今日も新たな知識を得られることを楽しみにしてきました。よろしくお願いします。では早速だけど、西田喜太郎ってどんな人か知ってる？名前は聞いたことあるけど、詳しくは知らないです。どんな人だったんですか？西田喜太郎は1870年明治3年に石川県の農家の家に生まれたんだ。幼い頃から勉強熱心で、特に数学が得意だったんだけど、成績はあまり良くなかったみたいでね。というのも、彼は学校の授業よりも哲学書や文学書など自分の興味のある本を読み漁っていたからなんだ。特にカントやヘーゲルといった西洋の哲学者の本に夢中になっていたようだ。頭が良かったのに成績が良くなかったんですか？そうなんだよ。彼は独学で勉強するのが好きで、学校の授業よりも自分の興味のある本を読んでいたらしい。それで大学受験にも何度か失敗しているんだ。今で言う好きなことに没頭しすぎるタイプですね。でもそこからどうやって哲学者になったんですか？京都帝国大学、今の京都大学に進学した後、哲学にのめり込んでいったんだ。特に欧米の哲学書を読んで深く考えるようになった。そして自分自身の独自の哲学を確立していったんだよ。西田喜太郎の哲学ってどんなものなんですか？彼の代表的な思想に純粋経験という考えがあるよ。純粋経験？それってどういうことですか？簡単に言うと、物事をありのままに感じることを大事にする考え方だね。例えば美味しいケーキを食べた時に最初に感じる幸せな気持ち、それはまだ美味しいと考える前の純粋な感覚だよね。例えば美しい景色を見た時に、これは美しいと考える前にただその美しさを感じる瞬間があるよね。あ、なんかわかるかも。先に言葉にするんじゃなくて、ただ感じるってことですね。そう、彼はそうした純粋な経験こそが人間の本質だと考えたんだ。これは日本独自の哲学の出発点として今でも高く評価されているよ。じゃあ真の幸福は内面から生まれるものであるっていう言葉もこの哲学と関係があるんですか？まさにそうなんだ。西田は幸福を求めて外の世界ばかりを気にするのではなく、自分の内面と向き合うことが大切だと考えた。確かに周りの環境に左右されるよりも自分自身の心の持ちようが大事ってことですよね。そしてそれを実践するには純粋経験のように一つ一つの瞬間を大切に感じることが重要なんだ。彼は人間の心が作り出す世界こそが真の現実だとも言っているよ。つまり外側の成功とかお金じゃなくて、
自分の内側が満たされているかどうかが本当の幸福につながるってことですね。そういうこと。だからこそこの言葉は今を生きる私たちにも大切なメッセージを送ってくれているんだよ。西田幾多郎が生きた明治から昭和初期の時代は日本が大きく変わっていた時期だったんだ。確か明治時代って日本が西洋化を進めていた時期ですよね。そう、西洋の文化や科学、政治システムが次々と取り入れられたんだけど、哲学もその一つだった。それまでの日本には哲学ってなかったんですか？厳密に言うと西洋的な哲学はなかったけど、仏教や儒教といった思想が哲学的な役割を果たしていたんだ。でも西田幾多郎が学んだのはデカルトやカント、ヘーゲルといったヨーロッパの哲学だった。つまり日本にとっては新しい学問だったんですね。そういうこと。でも西田はただ西洋哲学を学ぶだけじゃなく、日本の思想と融合させて新しい哲学を作ろうとしたんだよ。西田幾多郎の哲学って純粋経験が大事って話でしたよね。純粋経験を土台にして彼の考えはどんどん深まっていった。そして彼は幸福とは何かというテーマにも向き合うようになったんだ。幸福っていうとやっぱり成功とかお金とかそういうものを思い浮かべちゃいますね。でも西田はそうは考えなかった。彼にとって幸福とは自分の内側から湧き上がるものだったんだ。どういうことですか？例えば何かを一生懸命にやっているとき、その瞬間に没頭して周りのことを忘れることってあるよね。あります。夢中になってるときってすごく充実してる感じがします。そう、それこそが内面から生まれる幸福なんだ。西田は人間は何かに打ち込むことで本当の自分を見つけ、そこに幸福を感じると考えたんだよ。彼は行為的直感という言葉を使って、真の自己は行為を通してのみ実現されると述べている。じゃあ幸福って何を持ってるかじゃなくてどう生きるかが大事ってことですね。まさにそう。彼の哲学では外の世界をコントロールするのではなく、自分の内側を磨くことが幸せにつながるって考えていたんだよ。でもなんで西田幾多郎はこの言葉を残したんでしょう？彼がこの言葉にたどり着いたのは自分自身の人生経験と深く関わっているんだ。どんな経験があったんですか？まず彼は大学に合格するまで何度も失敗して苦労を重ねたんだ。でも自分が好きなことを学び続けることで道を開いていった。失敗しても自分の内面を信じて努力し続けたんですね。そう。そして彼が教授になった頃、日本は第一次世界大戦の後で社会が不安定な時期だった。多くの人が経済的な成功や社会的地位にばかり目を向けていた。でも西田は本当の幸せはそんなところにはないと考えたんだ。確かに今の時代もお金があれば幸せとか成功しなきゃいけないっていうプレッシャーがありますよね。そうなんだ。でも西田はどんなにお金を持っていても内面が満たされていなければ幸福ではないと言った。彼自身が哲学を追求することで人生の充実を感じていたからこそ、この言葉が生まれたんだ。つまり幸せを外に求めるんじゃなくて自分の中に見つけることが大事ってことですね。その通り。この言葉は今を生きる私たちにも自分自身の幸せはどこにあるのかを考えさせてくれるんだよ。すごい。なんだか心が感動で満たされている感覚です。この感情をもっと具体的にするためにももっとお話ししていきたいです。それでは次のセクションで私たちが未来に生かせることは何かを考えていこう。
ディスカッションするためにテーマをいくつか考えてみたよ。好きなものを選んでね。幸福を外ではなく内側に見つける方法。どうすれば真の幸福は内面から生まれるという考え方を実践できるか。日常の中で純粋経験を増やすにはどうすればいいか。周りの評価に左右されない生き方。他人の評価ではなく自分の価値観を大切にするには、自分の好きなことを追求する勇気を持つにはどうすればいいか。日々の生活に哲学を取り入れる。哲学的な考え方を持つことで悩みや不安をどう軽くできるか。内面の充実を大切にすることで人生はどう変わるか。幸福を外ではなく内側に見つける方法について話してみたいです。最近友達と話していて思ったんですけど、周りの評価にすごく影響されている人が多いなって感じるんです。どんな時にそう思うの？例えば、いい大学に行かなきゃ幸せになれないとか、みんなが持ってるブランドのバッグを持ってないとダサいとか、そういう考え方をしている子が多くて、でもなんとなくそれって違うんじゃないかなって思うんです。それは西田喜太郎が言っていた真の幸福は内面から生まれるものという考え方とつながっているね。そうですよね。でも私自身も完全に内面の幸福を理解できているわけじゃなくて、本当に自分が大切にしているものって何なんだろうってまだはっきりとはわからないんです。それはすごく大事な気づきだね。西田喜太郎も自分自身を知ることが幸福への第一歩だと考えていたよ。でも自分の内面を知るってどうやったらいいんでしょう？まず自分が本当に夢中になれる瞬間を探すのが大切だよ。例えば子供の頃に好きだったことを思い出してみたり、最近気になっていることを試してみたりするのも良いかもしれないね。西田の純粋経験の考えにも通じるけど、何かに没頭している時って他人の目とか評価を忘れてただその瞬間を楽しんでいるよね。確かに絵を描いてる時とか好きな本を読んでいる時は周りのことなんて気にならないです。それこそが内面の幸福に近づいている瞬間なんだ。だから何をしている時に自分が一番満たされるかを意識するのが最初のステップかもしれないね。なるほど。でもそれを見つけても結局それって意味あるのって思っちゃいそうです。それもわかる。でも西田の考え方では何かを評価するのは後からでよくて、まずは経験そのものを大事にすることが大切なんだよ。評価は後から？どういうことですか？例えば絵を描くのが好きなら上手に描けたかどうかじゃなくて、描いている時間が楽しいかどうかを大切にするってことだね。あ、それならすごく納得できます。つい結果ばかり気にしちゃうけど、過程を楽しむことが大事なんですね。そう、それができると周りの評価に左右されにくくなるし、自分の幸福は自分の中にあるっていう感覚が強くなっていくんだよ。すごく大事なことですね。私もまずは好きなことを大切にすることから始めてみようと思います。皆さん、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。今回紹介した西田喜太郎の言霊、真の幸福は内面から生まれるものであるには、外の世界の評価や成功ではなく、自分の心の在り方こそが幸福を生み出すという深い意味が込められていました。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたの幸福の源泉は何ですか？私たちはつい周りと比べたり評価を気にしたりしてしまいます。でも西田の哲学が教えてくれるのは、自分が本当に夢中になれるもの、自分自身が大切にしたいものを見つけることが本当の幸福への道だということです。あなたの本当の幸福はすでにあなたの内側にあるはずです。大切なのはそれに気づき育てていくこと。今日から少しずつ自分の心と向き合ってみませんか？
心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そして、コメント欄で今日の言霊について、あなたの考えを聞かせてもらえたら嬉しいです。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も、あなたの心に響け。